皆さん、こんにちは。ゆきです。皆さん、お正月は1月1日だけと思っていませんか？実は私の故郷の沖縄にはお正月が3回もあります。それどういうこと？もしかしてお年玉3回ももらえるの？びっくりですよね。今日はガイドブックには載っていないディープでユニークな沖縄の文化を紹介します。多分3つ目のお正月は知らない人も多いと思うので、最後まで動画を見てくれたら嬉しいです。で、まず1つ目、これは皆さんも知っているお正月、1月1日のことです。区別するために新正月という言われ方を昔はしていたみたいです。今は新正月が普通のお正月というイメージです。日本ではお正月におせちを食べたり、お雑煮を食べたり、子供はお年玉がもらえたりというのは皆さんも知っているかもしれないんですけど、沖縄で昔から食べられていた、おせちのような重箱料理というのは、まあ、入っている入れ物は同じような四角いものなんだけど、中に入っている料理が全然違います。こちらが日本のおせち料理で、もう一つの写真が沖縄で、お仏壇にお供えして、後でみんなで食べる重箱料理です。全然違いますよね。でも最近は、えー日本の本州から沖縄に移住している人も多いし、日本で食べられているおせちも沖縄で食べられるようになってきました。で、お雑煮を食べないと言ったんだけど、お雑煮の代わりになるものといったら、イナムルチというスープだったり、中身汁というスープを飲みます。では、2つ目のお正月について話します。2つ目のお正月は旧正月。これはアジアの出身の方なら知っているかもしれません。英語でルナーニューイヤーですね。で、今年は2月17日です。旧正月は旧暦、ルナカレンダーに従って、日にちが決まるので、毎年旧正月の日付は変わります。多分、中国、台湾、韓国、香港、あとはシンガポールもかな。あとベトナム、インドネシアなどでも旧正月は大きなパーティーをしたり、美味しいものを食べたりしてお祝いするんじゃないでしょうか。もしよかったら皆さんの国では旧正月にどんなものを食べるのか、どんな風にお祝いするのか、コメントを書いて教えてくれたら嬉しいです。日本語の練習にぜひコメントを書いてみてね。では、最後に3つ目のお正月。3つ目は16日と言われる日です。この16日というのは、愚僧正月とも言われています。愚僧というのは沖縄の方言なんですけど、あの世、天国のことを愚僧と言います。だから天国のお正月という意味です。皆さん聞いたことありますか？これも旧暦に合わせて行うので、今年は3月4日です。で、亡くなったご家族やご先祖様のためにお墓をきれいに掃除してお墓参りをしたり、あとは家に帰ってお食事を食べて家族で過ごしたりします。で、皆さん、あの世にもお金があるって知ってましたか？前に沖縄ではお墓でピクニックをするっていう動画を上げたんだけど、そこでもちょっと話をしました。これがあの世のお金です。内カビと書いてあります。で、これは沖縄のスーパーとかコンビニ、ドラッグストアなんかでもたまに売られてるんだけど、だいたいこれは、20枚ぐらい入っています。で、150円ぐらいで売られているんだけど、で、
れがこんな紙になっていて、セットになっていて、で、これを燃やしてお金を送ります。で、本当かどうかは私もはっきりわからないんだけど、これで50万円ぐらいらしいです。だから1人に対してだいたい3枚燃やして送るので、150万円ぐらい、ご先祖様が1年間不自由なく暮らせるように、この内カビを燃やして、送金します。お金を送ります。150万円で天国では不自由なく暮らせるのかな？ちょっとわかんないけどね。はい、という感じで沖縄の人はご先祖様とのつながりを結構大事にしていて、年に何回もこういうイベントがあります。今日は、沖縄ではお正月が3回もあるよというお話をしました。沖縄に行ってみたい、沖縄の文化を体験してみたいと思った方、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。よかったら動画のコメント欄に一番びっくりした日本の文化についてコメントを残してください。ぜひよろしくお願いします。ではまた来週の火曜日8時、この時間にお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。